まだね外明るいですけれども、そうだね。明るいうちにね、はい、絶対来たかったんで行きましょう。はい。もうすごいよね。うん、山だね。完全な山。うん。でもうここね一帯全部空き家だそうです。ああ、そうなんだ。そう。もうここ車通れないから、はいはいはい。もうかなり奥の方に車止めてこないといけないと。うん。でも全部空き家。はい。でね、ここです。ああ、ここなんですよ。パッと見綺麗な感じに見えなくもないけど、なんかトタンとかはね、そうなんか新しめに見える、ね、あそこの外壁は。そう。ちょっとじゃあ僕ちょっと開けるね。はい。鍵を預かってきてますんで。はい。でどう開くんだ動くのかな。あ、動くんじゃない？あ、そういうことか。スライド、こう、かなり、違う。かなりあれだね、頑丈に。はい。おお、防犯なんだろうけど、まあ。相当しっかりした防犯になってますね。そうだね。もう横にも有刺鉄線がね、つけられてるから。まあでも乱雑ではあるな、なんか。確かに。なんか U 字工とかもね、そのまま投げられてる感じ。まあ山なんでやっぱり農作業的なものももう自分でもう DIY の域を超えたことを多分やっていたのかな。でもうなんというか全て投げやりな状態になってしまっていると。確かに脚立とかそういうなんか工具みたいなのが多いですね。そう。ここか。ここが入り口だ。やばい。相当古い。やばいっすね。ちょっともうちょっと急がないと暗くなっちゃうな。やばいね。ちょっと早速じゃあ入ってみようか。はい。こんなん絶対中真っ暗だよね。もうほんと日がねちょっとないんでね、今。うわはい。これダメだ。うわー、すごいね。これ関係ねえや、明るいとか暗いとかは。昼間に来ても真っ暗だこれ。ほんと何も映らんね、ライトないと。何にも映んない。すごい状態だな。まあやっぱりそういう農作業だよね。お邪魔します。邪魔します。ここで最後一人亡くなったのか。いやこれ地面外と変わんないな。あ、ほんとだ。砂だらけだし。畳を全部上げたのかね、これは。いやどうなん。この状態だったのかな、床が。だってわざわざ上げないでしょ。まあすごいな。でも畳あるね。外の光入らなすぎじゃないこれ。確かに。真っ暗だ。もう真っ暗すぎるよね。真っ暗すぎる。でもこれさ、昼とかでも入らないかもしれないよね。山に囲まれてるからさ。そうだね。ここで亡くなってたと。すごい。ここで寝てたのか。そのまんまだね。いやほんとね。いや外はまだ明るいんですけどね。本当に。まあでもなんかあれだね、本当こういった場所どこにでも言えるけど、外明るくても中これですからね。もうどこもそうだね。いやほんとそうだね。いやこれ探すの大変そうだな。物がありすぎるよね。だね。件名、祖父の家にあった不気味な絵の調査依頼。
大間がときの皆さんこんばんは。いつも動画を楽しみに拝見しています。今回、県市町にある祖父の空き家の調査をお願いしたくご連絡しました。この地区は山間部にあり、道が狭く交通の便も悪い限界集落です。祖父は生前一人でその家に住んでいましたが、数年前に病死し、以来家は空き家のままです。周囲も空き家ばかりで廃れた雰囲気です。子供の頃、夏に年に一度祖父の家に遊びに行っていました。祖父は大好きでしたが、正直その家には行きたくありませんでした。理由は家に飾られていたある絵が苦手だったからです。その絵は寒々しい色調で枯れ木が数本描かれた地味なものでしたが、一本の木にくつろいだ男性が描かれていました。幼い私はその異様さに理解が及ばず、ただ漠然とした恐怖を感じていました。その後祖母が亡くなり、高校生になる頃から祖父の家を訪ねる機会も減り、数年後祖父はベッドで静かに息を引き取りました。祖父の葬儀でふとあの絵のことを思い出し、なぜあんな気味の悪い絵を飾っていたのか両親に尋ねました。すると驚くべき答えが返ってきました。両親によると、絵には確かに枯れ木が描かれていたが、集いた男性などいなかったというのです。その絵は祖父の親しい友人が送ったもので、祖父が気に入って飾っていたと聞きました。しかし私は何度もその絵をはっきり見ています。見間違いなどありえません。一番太い枯れ木に確かに集い男性が描かれていたのです。気になった私は数年ぶりに空き家となった祖父の家を訪れ、絵を確認しようとしました。しかし絵は元あった場所になく、家全体がひどく荒れ果て、足の踏み場もない状態でした。几帳面だった祖父の家とは思えない光景でした。どうか大間がときの皆さんにあの絵を見つけ出し、何が描かれていたのか調査していただきたいです。ご興味があればぜひご返信いただけると幸いです。あそこに書庫、本棚あり。おお、相当古いね。古いね。ここは仏間か。ああ、そうね。仏壇の残骸があるわ。嫌だね。ちょっとなんか怖えな、なんか。うん。ああ、これ神棚か。神棚の残骸。うわ、すごい状態だぞ、これ。埃と、なんというかカビでぐしゃぐしゃの状態だな。あれも神棚か。これでもさ、天皇。まあここ空き家になったわけじゃん。うん。ここまでくしゃくしゃになるかね、でもね。まあわかんないけど、おじいさんが一人で住んでて、こういう生活をしていたんだろうね。ああ、物をなんか出しちゃうみたいな感じだったのかね。まあ確かになんか荒らされてるようにも見えるね。もし生前おじいさんがやったんだとしたら何かひっくり返してるような、それこそその、なんというか探そうとしてたのか。はい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 。もしくはぐちゃぐちゃにして隠そうとしたのか。そうもうちょっと早く来ればよかったな。まあでも変わらんか。ああ、薪ストーブ。そうだね。うわ、おそらくここで主な生活をしていたのかな。なんかそんな感じはするね。そうだね。ここに座って生活してたのかな。元々は文明からちょっと取り残されてるよね。ほんとそうだね。なんか見た感じ扇風機と薪ストーブしかないもんね。昭和で取り残されているような。ここはね、平屋っていうかもうやばいな。そうだね。歪んじゃ雨漏りで、もう、倒壊寸前だね、これ。ちょっと危険だな。そっちは何だろう。そっちはもう、なんか廊下通路か。なんか昔の家とかさ、なんかあるような。でもあっちに繋がってるってこと感じもう多分ここがずーっとね、廊下で繋がってんだよね、おそらく。向こうまで。気分悪いって？体調悪いってこと？なんか、ほんと、ここ入ってから、吐き気みたいなのもするし。車で酔ったとかじゃなくて、車酔いみたいな。いや、ここ入るまではね、大丈夫だったんだけど。大丈夫？厳しい？まあ。ちょっと外で休憩してていいよ。いいとりあえず、さらっとだけ見ちゃうわ、先に。はい、わかりました。やばかったら、ちょっとまた教えてください。はい。いや、なんすかね。ちょっと入ってすぐぐらいにね、もう気持ち悪くなっちゃったんすよ。なんでだろうな。
ちょっと一回休憩させてもらいます。珍しいな。大丈夫かな。 F 廃病院以来ですけど。まあ、言うて僕もちょっと気持ち悪いですけどね、ここ。なんかやべえな。まあほんと、裏が全部繋がってる通路だな。これだけか。なんかドアあるな。違うな、押し入れか。ないな。絵らしきものはない。ほこりとカビで全部汚れすぎていてよくわからないな。女性もののブルーのワンピース。一体誰のだこれは。やばいね。外暗くなってきちゃった。ここが最後の部屋か。ここだけちょっと綺麗だな。これがあれだね。これ増築されてるんだ。増築箇所だ、この部屋は。外から見たとき、この部屋だけ綺麗に見えたんだよね、外壁が。ここでも暮らしてたんだろうな。にしても、絵はないぞ。一旦戻りますか。さらっと見た感じはないんだけど、この辺は全部工具とかばっかだもんな。わかんないな。外にあるなんてことはないよな。大丈夫ですか。いやなんだろうな。めっちゃ気持ち悪いんだよ。気持ち悪い？日が暮れ始めてるな。どうしよう。一旦じゃあ車戻りますか。気になった私は数年ぶりに空き家となった祖父の家を訪れ、絵を確認しようとしました。しかし絵は元あった場所になく、家全体がひどく荒れ果て、足の踏み場もない状態でした。几帳面だった祖父の家とは思えない光景でした。そして玄関に一歩足を踏み入れた瞬間、背筋が凍りました。家の奥、薄暗い寝室からじっとこちらを見つめる黒い人影らしきものが見えたのです。その影はまるで闇そのものが人の形を無理やり借りたような不自然さで、輪郭が揺らめき、顔は見えないのにこちらを見ているように感じられました。動かない、音もない、ただじっと私を見つめている。その瞬間、胸の奥でこれは祖父だと確信しましたが、同時に祖父のはずがない、こんな恐ろしい存在は私の知る祖父ではないとも思いました。心臓が締め付けられるような恐怖に襲われ、足がすくんで動けませんでした。やっとの思いで後ずさりし、振り返って逃げるように家を飛び出しました。それ以来祖父の家には行けていません。あの絵に何が描かれていたのか今もわかりません。もしかしたら枯れ木の枝や影がそう見えただけなのかもしれません。はい、あれからですね、ちょっと休憩して外はもうしっかり夜という風になったわけですけど。まあだいぶよくはなった。ともさんの体調が復活した頃合いを見てね、今撮影スタートしてるわけですけど、ちょっと僕休憩中に思ってたのは家の中にないんですよ。撮影した映像を見返してて、ちょっと思ったのが、これ外から見ると2階建てっぽいんですよ。そうそうそう。2階建て？けど、階段なんてなかったじゃないですか。なかった。明らかにあるんですよ。外から見るとね。窓とか、格子があって、スペースはあるんですよ。多分、屋根裏があるんじゃないかと思うんですよね。はいはいはい。そうそうそう。昔の家って、まあそういうの結構あるもんね。そう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 。ただまあ、わかりやすい屋根裏への経路というか、はしごみたいな階段みたいなものはなさそうなんで、まあちょっとそこを見てみたいなっていう感じ。じゃあね、もう一度行ってみましょう。はい。はい。じゃあ、もう一度行きますか。はい。まあ、やっぱり、もう今ちょっと暗くなっちゃって、もう真っ暗、本当に夜になっちゃったからあれだけど、今見ても上があるんだよね。確かに。確かに。あるある。屋根裏に登る経路があるかどうか。お邪魔します。いや、でもこれ、さっき見た段階で階段がなかったからさ、そんなのどっかにあんのかな？よく。三脚ある。本当だ。最初からあったこれ。いやどうだったかな？あんま覚えてないけど。こんな分かりやすいとこにあった？まああったのか。まあないわけないね。でもなんで気づかなかったんだろうな。めっちゃ分かりやすいとこあるやん。うわ、なんか、いけるわ。確かに。開いてるわ。うわ、
開いてるよ。こっからじゃない？なんで気づかなかったんだろう。ね。他にないよね。いやー、じゃあパッと見、天井パッと見見てみて。ないよね。いや、ない。ない。じゃあちょっと見てみるか。大丈夫？うん。ともさん、体調はどう？それより。まあ、だいぶ落ち着いてはいるけど。最初だけだ。うん。車酔いじゃない？そうなのかな。いや、本当なんて山道だ。気持ち悪かったもんね。山道ジグザグだったから。あとなんか、埃とかにやられたのかもね。かもしれない。もしかしたらちょっとじゃあ登ってみますね。これ三脚大丈夫だよな。ちょっと気をつけて。うん。ちょっと押さえてるか。山、大丈夫。よいしょ。ちょっと怒りすごいな。これは違うか。木の板か。あ、でも蓋があるわ。あ、そうなんだ。蓋がある。そこが入り口だった。そうだね。あ、なんかあれだね。旗織り機みたいなのがあるな。昔の使ってた機材みたいなものをしまってたっぽいな。はい。いやー、なさそうだけど。あ、なんか板。これは。違うか。あ、違うか。いやー、わかんねえな。この、長持ち、布団を入れる、この棺桶みたいなのはある。ああ、よくあるやつだね。そう。たくさんある。この中に入ってたらもうダメだけど。なんか、広さ的には、もう。あ。絵がある。絵がある。マジ？うん。そこに？うん。ちょっと待って。これ絵だよね。これだわ。あった。これだわ。マジ？隠してあるわ。いや、隠してあるのか、ただ片付けただけなのか。けど、家の中はこんな状態なのにさ、これだけをこんな風にしまうなんてありえないよね。理由あるよね。ありえないね。じゃあやっぱなんか自覚があったんだよ、おじいさん。この絵。これがやばいっていう。はい。あ、これ絵だね。荒らされてるようにも見えるね。もし、生前おじいさんがやったんだとしたら何か繰り返してるような、それこそ探そうとしてたのか、もしくはぐちゃぐちゃにして隠そうとしたのか。うわあ、重てえな。どうしよう。持てる？ちょっとこれ、どうやって、ほこりもえぐいな。ぐわー、ほこりすごいな。これ映ってるかな？わかんないけど映ってるか。これじゃなかったらもう、わかんない。下からでも見えるもんね、ほこりが。でもこれだね。木が見える。うわ。枯れ木っぽい絵だ。これだわ。うわー、すげえな、これ。ちょっと持てるかな？ひろくん。向こう誰かいる？向こう誰かいる？ね、どういうこと？多分完全に人。ちょっと、なんで、どういうこと？見たの？いや、見た。どの辺？この辺。マジ？完全に黒い人影。まあそういうのいるっていうのは言ってたもんね。いるんでしょ。いや、完全に見たな。ちょっと、また何か見えたら教えて。とりあえず、あれを下ろしちゃおう。そうだね。焦った。とりあえず、絵を下ろしちゃおう。重てえ。結構でかっ。ちょっと待って。ほこりやばいわ。確かに。やば。ちょっと一回ここに立ってかけるわ。これだな。この絵だな。まあ多分これだよね。まあだってこれしかないよね。これしかない。パッと見油絵。はい。
油絵で、依頼者さんが言ってたような、する男なんてどこにも書かれてないね。普通の絵だよね、見た感じ。うん。油絵だからさ、上から塗りつぶしたような形跡もないのよ。油絵って上からさ、塗りつぶしたりして、跡とか残んないもんなのかな？残らないからできるんじゃない？その手法が。はいはい。うん。普通の絵だよね。そんななんか不穏な、気味の悪いような絵ではない。強いて言えば、ちょっと寂しげな絵ではある。葉っぱもない木だもんね、なんかね。枯れ木。まあこれが一体何なのか。これ、違うよな。でも遠目に見てさ、当時はね、これ壁にかけてあったっていうことでさ、遠目に見ても、釣りの絵のようにはちょっと見えづらいよね。うん。それっぽいのもないもんね、だってね。どう見たらそう見えるのかっていうのも謎。果たしてね、この絵を誰が描いてさ、おじいさんに送ったものなのかっていうのは謎だけど。イニシャルとかって書いてない？絵とかに。絵に？書いてないね。まあ誰が送ったものなのかも謎なんだけど。特にないな。裏とかに書かれてんのかな？でも、まあ、あり得るかもしれない。そうだよね。ちょっと開けてみようか。毛布にくるんであったからなのか、あんまり痛みがないな。はい。何これ？カレンダー1975年。ちょうど50年前。ちょうど50年前。そうだね。ってことは少なくとも、それ以前に描かれたものってことだよね。この絵を描いてさ、すぐにこの額縁に入れたんだとしたら、まあ、描いた時期もちょうど、まあ約50年ぐらいってことか。そうなるね。おっと、びっくりした。ちょっと一旦外させてもらうか。縁にも何も書いてないんだよね。このカレンダーは、ちょっと一回外しちゃおうか。このカレンダーを入れてるのか。確かに。湿気防止とか？でもカレンダーを使うかな。いや、もう誰が書いたものかっていうのはわかんないね。謎。うわ、なにこれ。何今の音。なんかしたね、今ね。この絵の裏に入ってたね、これ。入ってた。ちょっと待って。書いてあるわ。これちょっとやばいかも。マジ？ちょっと普通じゃないことが書かれてるわ。マジ？ちょっと意味がわからん。幸せ。恨み。カタカナだ。恨み。恨み？底なし。拾ったら糸。待って、詩って書いてあるやん。詩だよね。そうだね。そうだ。これも詩だ。これも詩って書いてあるわ。死を願うって書いてある。死を、カタカナなんだ、全部。これ願う。死を願う。ちょっと待ってくれよ。鳥肌やば。やばい。なんとかしせよって書いてある。で、これは誰だこれ。ほんとそれ。これ人の名前だわ。のりゆき、恨み、底なし、死を願う。なんとかしせよ。ちょっと待ってくれよ。やばくない？結構やばいと思う。どうする？まずいか。ちょっと、ありのままを依頼者さんに伝えるべきか、もう全部元に戻して見なかったことにして何も見つからなかったっていうべきか、どっちがいいかな。
依頼者さんこれ知りたいかな。いや、まあ、知りたくはないとは思う、正直。結構な言葉だよ、これ。これマジだからね。これ、ちょっと、マジだよ、これ。やばいよな。やばいって。やばいよ。怖えもん、ここにいるの。これになんかそういう、負のものがさ、凝縮してる感じがするよね。ちょっと、一旦考えよう。これちょっと写真、とりあえず一回写真撮るわ。電波ねえな。人変に溢れる。うわ。医師。首をくくってって知りたいと思います。これいらっしゃるとしたら。いや、知りたくないでしょ。どうしたらいいんだろうね、マジで。とりあえず、これ名前が書いてあるじゃないですか、ここに。のりゆき。一旦ちょっと、依頼者様とちょっと電話してきますわ。ああ、そうした方がいいね。予想以上のことになってて、テンション下がってます。そうだね。まさか、こうやってこれ剥がしてさ、こんなの出てくるとは。そうか、字ってどういうふうに書かれる？そうか、はい。法則。ああ、そうですね。一回ちょっと、まあ、それで、まあ、調べて、はい、すいません、お願いします。はい。ビンゴ。マジで。法則の則に、幸せで、のりゆきさんだって。じゃあ多分この写真も、おじいさんの写真だね、若い。50年前の。はいはい。恨みを買ってたのか。これが50年間ずっとさ、この絵の裏に貼られててさ、とんでもない念がこもってるものだと思うんだけど、もう呪物だよね、まさに。そうだね。これ、石って書いてあるじゃん。首をくくる。死に方って書いてあるじゃん。はい。依頼者さんこの絵に何見たって言ってましたっけ？その絵は寒々しい色調で枯木が数本描かれた地味なものでしたが、一本の木に首を取った男性が描かれていました。する男の影を見たって言ってたよね。そうだね。もうまさにそれだよ。おじいさんは病死だもんね。別に、もちろんくくって亡くなったわけじゃないもんね。あのベッドで病死で亡くなったんだもんね。はいはい。関係ないんだよ。そうだね。ちょっと繋がったというか。あとはちょっとこの検証だけして、検証終わった後に改めてどうするかを聞くから、当初のね、依頼では、検証だけしてくれってことだったから、別に回収とかね、そのお払い的なものの依頼は受けてないんだけど、さすがにこの状況だと引き取ってくれって言い出しかねないなっていうのもあるので、それはちょっとまた後で確認しましょうか。はい。もうこれを知っちゃうとさ、触るのも怖いよね。いや、ちょっと、これさ、結婚式の写真だよね。はい。あ、確かに。これちょっと、驚きすぎて、あんまりよく見てなかったけど、隣にお嫁さんがいるのよ。で、袴着てる。その、複数に写ってる。で、切り取られてるね。はい。こういうのってさ、配られたりするじゃないですか、記念写真って。集合写真。それを切り取ってるように見えるんですよ。そういうことだから、これに参列した誰かだよね。身近な人ってことか。っていうことだね。いや、わかんないけどね。全くもって。想像に過ぎないけど。でもこの写真を持ってるっていうのは、そういうことなんですよね。いや、そういうことだと思う。一体誰から持ったんだろうね。まあでも、パッと見わかんないけど、男の字に見える。これは何も意味ないのかな。なんか日にちに丸が打ってあるな。本当だ。11月22日、11月29日、12月1日。
何なんだろうね。何なんだろうね。いや、全く無関係なのか、写真とこの呪詛のようなものに何か関連性があるのか。どうなんだろう。まあ、これもちょっと聞いてみようか。はいはいはい。まあこれまでも何度かありましたし、その事故物件とかね、行った時にやっぱ遺書みたいなものとかね、見つけることってまあまああるじゃないですか。はいはいはい。とか、最近で言えば壁一面にっていう動画のさ、壁にこういろいろね書かれてた。ああいうのを見ちゃうと心に負担がかかりますよね。そうだね。なんか削られてる感じがするよね。すごいね。相当ね、エネルギーを取られるんだけど、やっぱこういう恨み節というか、誰かを恨んでる文章っていうのはね、より、そういった遺書よりもきついね。きつい。一番きついかもな。で、やっぱりこんなことやってるぐらいだから、自分の名前も書いてないんだよ。そういったわずかばかりの後ろめたさもあったのかもしれない。いつか見つかった時にね。はいはい。まあ正直検証どころではないですけれども、いやいや本当にちょっと心霊どころではないというか、気落ちというかね、もうやっぱり人のね、そういった他人を呪うというか恨む念のようなものがやっぱり結局一番しんどいです。定点撮影を開始したわけだけど、まあ、この絵に何か、映るというかね、変化があるっていうことは、もちろん到底考えにくい。けど、まあ、やっぱり何度考えても、依頼者さんはね、もともとこの絵にさ、写っている男性の姿を見たと。まあ、それも当然思い違いの可能性だとかね、まあ、様々あるわけですけれども、ただ、正直この紙、これに書いてあることとかを見てしまうと、その依頼者さんが見たさ、捨てる人影だとかっていうのが、まあ、見間違いだとかね。言ったことではないっていうのを証明しちゃってるよね。そうだよね。それは偶然ないよね。ないと思う。生き量なのかな。僕の完全な想像を言っていいですか。この家にさ、人影がいるとかさ、霊現象があるっていうこと言ってたじゃないですか。それはおじいさんの霊だと。おじいさんがまだこの家にいるっていうね、ことを依頼者さんは言っていたわけだけど、多分違うんですよ。そうじゃないんですよ。さっきも言ったようにおじいさんは病死で亡くなってるわけですよね。この呪詛のようなさ、意志ではなくなっていないわけですよね。この呪いが成就することはまあなかったと。おそらくこれを送った人物、まあ生き量としてね、その依頼者さんの前には姿を見せたのかもしれないですけど、むしろその送った人物の方なんじゃないかなって思うんですよね。意志してるのは。わかんない。なんかそんなね、僕の中では湧いていて、その人物がこの家に出てる。取り残されて、成仏できずに、未だにいるんじゃないかと。何十年もずっと、おそらく自爆霊のような格好で、ずーっといるんだろうなっていう感覚があります。まさしく、人を呪わばってやつなのかもしれんね。確かにその考察というか考えだったら。じゃあ一旦これでこのまま残して、一旦車戻りますか。はい。もう撮ってます？撮ってる。はい、今ね、家の方で、定点撮影をしております。意味があるのかどうかはわからないですけれども、先ほどね、もう一度依頼者さんと連絡が取れて、で、状況をすべて説明しました。で、写真も送った。で、ただすぐには、あの写真が誰のものなのかわからないし、まあやっぱり依頼者さんも当然、すぐには状況を飲み込めてない状態。もしかしたら、おじいさんの悪ふざけ、自分で。そういうことか。まあただそういった、依頼者さんが知るおじいさんは、まあそんなようなことをするような人物でもなかったとは思うけど、まあなんせね、50年ほど前のことなので、なんかそんなブラックジョーク的なっていう風に思いたいっていうような空気はありましたけど、っていう状況です。どうしますかっていうことをね、聞いたところ、わけがわからないので、まあ君が悪いということも言っていて、何もなかったようにしたいと。自分の中だけで留めておきたいっていう思いもあるみたいなので、一旦元に全部戻して元あったようにしてほしいということです。あれをまあ、しゃあないか、でも。いやー、ちょっと空気が重すぎるな。いや、本当に、ちょっとね、まあ、なかなかないというかね。じゃあちょっと、僕ちょっと
車温めとくんで、ちょっと全部回収して元通りにしてきてもらっていいですか？いや、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと気持ち悪くなってきた。気持ち悪くて、ちょっと吐き気が。完全な狼少年で、ちょっとね、正直、あれを一人で、また屋根裏に戻すは、ちょっと不可能だと思うんですよ。そうだね。不可能だよ。だから僕、とりあえず、ちょっとじゃあ一人検証はやります。ちょっとそれやんないと、動画的に、確かに。動画になるかわからんけど。そうだね。依頼者さんと相談はしますけど。はいはいはい。ある程度一人検証やったら、ちょっと呼びますんで、そうしたら一緒に元通りに屋根裏に戻して回収して終わりにしますか。了解です。はい。じゃあちょっと行ってくるんで、電波通じないんでね、あれなんですけど。はい。じゃあ行ってきます。じゃあ、気をつけて。お邪魔します。お邪魔します。変化はない。変化ないですね。変化なし。ライトを消して暗闇にしてみます。怖い。やばい。何が落ちんだよ。何もいないよな。いないよな。僕も視界今ゼロなんで、この光だけが頼り。一体何を見たんだ。ここからこう垂れ下がるように、この辺りに人影がいたらしい。恨み底なし。意志せよ。ちょっと待って、なんか音が聞こえるわ。どっから聞こえる？向こうから聞こえる。この仏壇があったとこかな。音が鳴るようなものは何もない。今日は風もないし。いや、今なんかすごい嫌な。ちょっと待って、カメラ変えます。ここでね、このベッドで依頼者さんのおじいさんは眠るように亡くなっていたということなんですけど、
絵の裏に呪詛を書いておじいさんに渡したその人物が、ここに立ってじっとここから見下ろすような、覗き込むように死の瞬間を見届けているような、そんなイメージが頭から離れないですね。こんな目線で、無表情でじっと見つめるような、そんな姿はちょっと頭から離れないな。そろそろ僕もちょっと限界なんで、トモさんを呼んで、すべてこれを元通りにして、この家を後にしたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。どうだった？いや、まあ、特には、わかんない。何か起きてるかもしれないし、まあ、何も起きてないかもしれないしっていう感じ。目立ったことというかさ、何かが見えたとかっていうのはない。まあ、ただやっぱり、なんというか、この絵とかさ、この家に残されてる、なんというか、謎というか、念の深さのようなものっていうのはまだ多分 10% もまだ分かってないんじゃないかっていう感じはしますね。ああ、確かにね。まあ、依頼者さんが言われていたように、全部、一旦元に戻して、で、あとはちょっとまた相談ということにします。じゃあちょっと片付けようか。じゃあ、こっち切りますね。でもこれ、本当に戻すだけでいいのかね。ただまあ、僕らの方で勝手に何かできないですね。まあまあ、そうだね。見える？まあ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 。まあこれがね、依頼者さんのとりあえずの頼みってことだからね。よし、じゃあ一旦撤収しましょう。はい。はい、またここに戻ってきました。絵を回収します。依頼者さんの話を聞いた直後ですし、あれから若干日も経っていて、見ての通りとてもね、草が生い茂っていて、またね様子も変わっている。今回はトモさんもいなく僕一人なんでね、本当に嫌なんですけど、いつも思うんですけど、ここまでね時間かけて来てるんで、非常に矛盾した感想というか考えなんですけど、なんかトラブルが起きて、じゃあ今日はこの家入れないねっていう風にならないかなっていう風に思うわけですよね。これはね情けない考えではあるんですけど、僕ではコントロールできないやむを得ない事情、例えばありえないけど勝手に鍵が変えられてるとか、それじゃしょうがないかっていう風に自分を納得させられるような言い訳があって、今日は入らなくて済むっていうことになんないかなって、まあ一人でね調査するときはいつも思います。あのライトはね、あれはねソーラーのやつなんですよ。無人であることには当然変わりないわけですけど、この家、あの話聞いた後にこれ入れますか？
今回私ヒロは単独で管の絵を回収に行きました。なぜそうなったのか経緯を説明します。まず、前回の訪問後、我々が調査した結果を次のようにまとめて依頼者に報告しました。1、管の絵は屋根裏から発見された。絵がある。絵がある？絵がある。マジ？うん。そこに？うん。ちょっと待って。これ絵だよね。これだわ。あったあった。これだわ。マジ？隠してあるわ。いや、隠してあるのか、ただ片付けただけなのか。2、管の絵に首吊りしている男は描かれていなかった。依頼者さんこの絵に何見たって言ってましたっけ？その絵は寒々しい色調で枯れ木が数本描かれた地味なものでしたが、一本の木に首を吊った男性が描かれていました。パッと見油絵。うん。はいはいはい。油絵で依頼者さんが言ってたような、首を吊る男なんてどこにも書かれてないね。普通の絵だよね、見た感じ。うん。3、管の絵の額装を外す内側に写真とのりゆきという男性に向けた憎悪とも受け取れる文章が書かれていた。ちょっと一旦外させてもらう。縁にも何も書いてないもんね。うわ、何これ。この絵の裏に入ってたね、これ。うん、入ってた。幸せ。恨み。あ。意志。首をくくって死ぬことって。4、何者かがまだこの家にはいる。ちょっと待って、なんか音が聞こえるわ。どっから聞こえる？向こうから聞こえる。この仏壇があったとこかな。音が鳴るようなものは何もない。今日は風もないし。件名調査のお礼と祖父に関する追加情報について。大孫時フィルム様、お世話になっております。この度は調査をしていただき本当にありがとうございました。ご報告いただいた内容を受けて、父をはじめとした身内にも話をしてみました。その中で父の姉、私から見るとおばから気になる話を聞いたので、念のため共有させていただきます。ある日、祖父が珍しく喪服を着て外出しようとしていたことがあり、それを不思議に思ったおばが祖母に尋ねたところ、祖父の友人が亡くなったと聞かされたそうです。後になって祖母から、その友人は自宅の裏にある林で首を亡くなったらしいと教えられたとのことです。その方が例の絵を祖父に送った人物かどうかは定かではありませんが、何かしらの関連があるかもしれないと思いお伝えさせていただきました。また屋根裏で見つけていただいた絵についてですが、拝見した瞬間、私の記憶にあるものと全く同じだと感じました。ただご存知の通り、絵の中には木で首を吊る男性の姿は描かれていませんでした。その点が非常に気になっており、自分の目で改めてきちんと確認してみたいと思っています。また何か進展がありましたらこちらからもご連絡させていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。その友人は自宅の裏にある林で首を吊って亡くなったらしい。そんなのどっかにあんのかな。ひろくんひろくん。三脚。三脚ある。そんなのどっかにあんのかな。ひろくんひろくん。
玄関開けた先はですね、おそらくもうこの世じゃないんですよね。でこの周りはもう無人なんで、どこの家もこの山にも僕今一人みたいな状況なんですよね。何が起きようとて誰も気づかないで、今から入ると。依頼者さんはね、まだこの家に入ったの昼間だからまだ違うんですよ。僕今これ時間的には1時回っておりまして、ちょっと本当はもっと早く来る予定だったんですけど、時間がかかっちゃってこの時間になっちゃったんですけど、昼間だったらさ、街の方に降りたらみんなまだ起きてるし、社会活動をみんなしてるわけですよ。それを想像すると気が紛れるんだよね。けど今この時間っていうのはね、もう街も静まり返ってみんな寝てる時間なんだよね。入ります。めっちゃ嫌。僕は今からここで一仕事しなきゃいけない。無事に仕事を終えられるかどうかまだ僕には分かんないですけど、ありきたりなことを言いますけど、これが動画としてね、みんなが見てるんだったら何かしらの、結果にはなってるんでしょう。現時点では本当に変な話ですけど、これがどんな動画になってるか、果たして YouTube に載ってるかどうかもね、僕全く予想つかないんで、当たり前ですよね。開くわ。残念ながら入る許可を得ているようです。お邪魔します。お邪魔します。すいません、お邪魔します。お邪魔します。吸えた匂いがします。怖い。落ち着け。落ち着け、落ち着け。絵を回収に来ただけ。誰かがいるっていうことを考えると非常に恐ろしい。突然目の前に現れるのだけは本当に勘弁してください。耐えきれません。特に何も変わっていないか。前回の訪問時はですね、この辺りに人が立っているのが見えたんですよね。人影。それがおじいさんなのか、はたまた問題の絵をね、おじいさんに送った人物なのかっていうのは当然定かではありませんが、そのどちらかで間違いないでしょう。ちょっと今回絶対に僕は絵を回収しないとこれ動画にならないって思ってるんで、このね、スマホの画面をね、ちょっと見ないようにしようかなと思ってて、もしもね、このスマホの映像越しに何かが見えてしまったら僕ちょっともういられないんで、だから何か言ったとしても最初に気づくのはこれを見ている皆さんということになります。このスマホで見た方がね、当然ながら視野が広いのでよく見えるんですよ。ここだね。いや、でもこれどうやって。いや、ダメ。もうちょっと、早くさっさと済ました方がいいね。特に当然だけど、あの日以来僕ら以外、依頼者さんしか入ってないし、依頼者さんも特に何もしてないから、変化はない。ちょっと何か感じても口に出すのは怖いですね。僕が今は、気づいてることとか感じてることはちょっと、無事ね、これが動画化された時にテロップでお伝えします。ちょっと声に出すの怖いわ。とりあえず、取り出しちゃおうか。怖っ。あるね。これだ。久々に見るな。この辺だな。ちょっと待って、落ち着け。拍手が聞こえるわ。回収します。重たい。わかんないけど、恐怖で、ちょっとも
空耳かもしれんけど、手叩いてる音が聞こえた。この絵も前回と変わらず、まあ当たり前だけどね、首を吊っているような影はないように見える。ただこれはね、僕も思ったしコメントでもあったんですけど、この絵の裏にね、写真が入ってた。例えば光の当たり方だとか、特定の条件下においてはですね、この絵の裏にあったその写真が透けて、屈折率だとか光の加減で人が首を吊っているように見えたっていうこともないこともないのかなというふうに思います。この木の描き方がすごい独特ですよね、これ。絵の具をまき散らしたかのような。この絵がどんな絵かっていうのを知ってるから言うけど、憎しみをぶつけたかのような、そんな描き方に見えてくるな。絵の具が、なんというか、散ってるよね。よし。行こう。今回送られてきたメールは今までのメールとは異質で非常に冗長かつところどころ支離滅裂な箇所や同じことを何度も繰り返す箇所があり、依頼者さんは現在精神的に不安定な状態にあると言わざるを得ない。依頼者からのメール内容その1。依頼者さんは今回の件とは関係なくもともと睡眠障害を患っており、いびきや寝言を自動録音する睡眠アプリを使っていた。先日睡眠中に録音された音声に気になる箇所を見つけた。音声を2つ送るので聞いてほしいとのこと。この音声について依頼者は最初は何の音かわからなかったが、次第に手を叩く音ではと感じるようになった。またその音が調査結果の動画で聞こえた音に似ていると感じている。音が鳴るようなものは何もない。今日は風もないし。はじめは他の部屋の住人が出した音かとも思ったのですが、音の位置や響き方から考えると、どうやら音の発生源は私自身のようなのです。つまり私は眠っている間に無意識で手を叩いていた可能性があります。こちらには手を叩く音に小さな声が入っていて、それがまるでお経だと思います。はっきりとは聞き取れないのですが、でも確かに声です。誰か何かを唱えているような、怖くて何度も聞き返しましたが、確実に声です。誰もいない部屋なのに私しかいなかったのは間違いありません。依頼者からのメール内容その2。依頼者はそれらの原因が例の絵にあるのではと考えた。そして処分のために昼間に家に入った。しかし玄関を開けたところで原因不明かつ異常な恐怖感に襲われ、あえなく断念。依頼者からのメール内容その3。自分ではどうしても対応できないため絵の回収と処分を依頼したい。お礼の意思あり。ずうずうしいお願いだと承知しているが、ぜひ検討してほしいとのこと。事の顛末。我々はこれを謝礼なしの条件にて承諾した。このメールの翌日、依頼者に代わりヒロが絵を回収処分のため家に再訪問することとなった。行こう。ちょっと待って。
気のせいか。やばい。ああ、ちょっと。ちょっと待って。鳥肌が止まらない。なんだこれ。待ってくれ。何もいない、何もいない、何もいない。やります。目的は達成したんでね。目的は達成したんで帰ります。落ち着け。お邪魔しました。前回のご連絡に関して追加でお伝えしたいことがありメールいたしました。父に録音の件を話したところ、祖父の家がある地域では手を叩いて厄を払う風習があると教えてくれました。もっとも流れ星に願い事をする程度の験担ぎで、今ではほとんど誰も信じていないそうです。しかし祖父は昔からよく、誰かが病気になったり不幸があったりすると手を叩いて厄を払ってくれていた。日本の神道において神社で2杯2拍手1杯の柏手を打つのは単なる礼儀ではなく、汚れを払う、神霊を招くという意味を持つ。これこそ祖父が行っていた験担ぎの由来ではないだろうか。また手を打つ行為は玉振りと呼ばれ、手を叩いた時に出る音によって神様を招き寄せ、魂、御霊を動かすために行われている神様をお呼びする儀式であり、祝福をする深い意味がある。祖父は自宅の裏にある林で首をつって自殺した悪霊と化した知人から、孫や我々を守るために手を叩き払いを行っていたのではないだろうか。これで解決ですよね。でもなぜか未だに睡眠アプリに私が手を叩く音とお経のようなものが相変わらず録音されています。大体 2,3 日おきです。なんででしょうか。行こう。やります。目的は達成したんでね。目的は達成したんで帰ります。